押岡妙子と申します。1948年11月21日生まれの73歳です。広島市立の学校、小学校で37年間教員をしておりました。今は退職して平和公園での活動などに勤しんでおります。で、私が小さい頃からとにかく女は自分で仕事を持って自立しなくちゃダメだということをよく言っておりました。で、それは自分自身が子どもの時からお家が貧しくって上の学校にもなかなか上げてもらえなかったし、当時は女性が自立するっていう場合に職業を持って働くという時にかなり仕事の範囲が限られておりまして、母の念頭にあったのは看護婦さんかあるいは学校の先生ということだったんです。せっかく自分が教員を目指して本当に親が借金をしてそれで学校へ行って教員になってそれなりに一生懸命やっていたのが親の決めた結婚で朝鮮半島へ行く羽目になってしまって、敗戦で日本へ帰ってきてからまた自分でいろいろ志はあったにもかかわらずそれがかなわなくって、結局家での主婦という形になってしまったんですけど、そういう自分の経験からも私の母親はとにかく女であろうと誰であろうと自分で仕事を持って自立するということを小さい時からよく言われてまして、私もそれが当たり前だと思いまして、いろんな仕事はあるにしても私がやってみたいのは教員だということでそっちの方へ進みました。小学校教員養成課程、そっちの方を目指して受験してなんとか潜り込むことができました。私が教養部にいた時に運動に関わっておりました。断交の場なんかにも何度も出ましたけれど、で大学に入ったら先生たちってみんな素晴らしい偉い人だというふうに素直に思ってましたけど、それまで持っていた大学教授、その理想を求める人たちなんてのがね、なんかずりずりと崩れていくという感じは持ったんです。学生の考えることですから非常に船舶だとは思うんですけれどもね、でも人間ってこうあるべきだとか、こういう子供を育てたいとか、そういうとことそれまで教えられてきた教育学とがうまくマッチしていかないというか、で本当に権威があると思われているものが本当の権威ではない、結局自分が考えて行動していくということが自分の人生の決め手だというふうには思いました。私が新任で行ったのは今の安佐南区安小学校というところです。もう今から考えたらとっても田舎です。私は田んぼのあるところの学校へ行きたいと最初希望していたんですが、実際に田んぼのある学校、周りが田んぼの学校へ行ってみるとやはりその頃、普通に新卒で出たんですけど、周りの先生たちは、いわゆる第二組合の先生たちで、本当に教科書通りにやればいい、あるいは学校の中で職員会議等いろいろありますけど、その年配の先生に従う。それから例えば女の先生の中で上席っていうのがありましてね、一番年配の経験のある方、その方が上席って言われていたんです。でその方の言われる通りにお茶組であるとか、朝先生たちの机を拭いて回るとか、そういうことでこれでやっていけるんだろうかということは思いました。当時本当に朝郡は急激な人口増の時代で、とにかく毎年新卒がうじゃうじゃ入ってくるんです。
で若い先生たちがたくさんいて、そういう人たちと一緒にいろんな仕事をしたり話し合ったりしながら「これおかしいよね」とか「そんなこと素直にできる?」とかそういう話がいっぱいいっぱい出てきて、そういう中でやっぱり私たちが働く上でね、言いたいことはもっと言いたいよねなんていう話も出てきて、組合の人たちに来てもらって、そこで当時は日教組ですけれども、その日教組の方々が話をしてくださったり、そういう勉強会みたいなのをやりながら、やっぱり私たちの職場の中でもそういう組合を必要としてるんじゃないという話になって作りました。そして組合で私が一番すごいなと思ったのは教研なんです。でその教研というのは当然、日中の勤務時間外ですけれどもね、でみんなで集まって教材研究をするとか、あるいはいろんな民間の研究団体がありますから、夏休みなんかはそういうところへ行って研修をするとか、でたまにはあんたがやってることを実践報告やってみなさいよなんて言われて、そういう報告を書いて出して叩いてもらったりということもずっと続けてきました。組合が作ったそういう教材を使うというのも、これもやっぱり年配の教師たちとの戦いです。いわゆる平和教育っていうのは、私が現場に出た時にはほとんど言われていませんでした。普通は夏休みなんかは夏休み帳ドリルなんかを市販の業者のものを使って子どもたちにやらせますよね。でそれに対していわゆる自主教材、いろんな民間団体の成果を集めて、それで、ドリル教材みたいなのを作って、それを子どもたちにやってもらうというようなこともやっていたんです。で中には本当にいい教材があったり、あるいはそういう夏休みのドリルの中に平和教育に関わる、平和に関する読み物教材があったりで、それをまた子どもたちに学年で話し合って、それを採用するかどうか、これも戦いなんです普通にドリルを子どもたちにね、市販のものを買わせてやるというのが普通でしたから、まずそういうところから入って、で自分としてはもっと広島である限りは、郊外ですけれどもね、そこで何かその地域に関わるような平和教育ができたらいいなと思っていたんです。でそういう中でその地域に関わるといっても、歴史教材なんかは高学年にならないとありませんよね。で私が頼んで、とにかく6年生持たせてくれと言い続けて6年生を持った時に歴史教材が出てきます。そういう時に戦争と地域の関わりというので、実践記録でも書いたんですけれども、子どもにその地域の戦争を掘り起こすという形で、そのどこの地域にもある中根碑、でっかい石のがありますよね。でその中根碑には裏側に日清戦争、日露戦争、その当時安村というところからも戦死者が出てるんです。でどこで死んだっていうのも出てるんです。でそれを集めてくることによって、日本がどこでどんな戦争をしたのかで、当時人口も少ない村の中でこれだけの人が死んだっていうことは、これは大事件だ。当時の人の生活に関しては非常に生活苦に陥るお家もあっただろうし、そうやって自分たちが調べて、そこから考えていくっていうことが、なんか子どもたちもとっても生き生きとそういう調査活動をやりましたし、その辺から私の歴史教育の始まりです。歴史と平和っていうのは私にとっては一体化してます。平和っていうのはどれだけ人間の権利が保障されていくか、基本的人権の獲得拡大
だと思うんですけどね、そういう視点で見ていくと6年生の社会科の教科書の配列って歴史から入って最後に憲法とかその公民の分野に入っていくところもあるし、最初に公民の分野があってそれから歴史に入っていくというところもあるんです。どっちも一長一短があるけれども、ずっとそのはるか昔の時代からだんだんとその支配者と非支配者という関係ではなしに、その中でもいろんな抵抗の歴史がありますよね。江戸時代なんかで言いますと一揆なんかもある。あるいは明治になってからあちらさんで勝手に決めた憲法ではあっても一応条文があってそれが政治の基本になるとか、それも一応の進歩ではありますよね。でそれをもっとその国民の側からのいろんな考え方をもとにした五日市憲法とか国民の側から憲法案を提出するとか、そういうところも人権の拡大の歴史ですよね。だけどその明治憲法の中でずっとまたがんじがらめに領土の拡大というところへ進んでいって大きな戦争を引き起こしてしまった。でその上に立って今の憲法がある、憲法9条がある。でこれに基づいて私たちはもっとそれを大事にしながら自分たちの生活の中でその権利をきちんと獲得する、要求する、それが大事なことじゃないかというふうな組み立ては考えましたけど、今やってることが私にとっては一番楽しいです。退職してからその子どもたちの修学旅行のガイドであるとか、あるいは資料館のピースボランティアやったり、それから伝承講話をやったりもしているんですけど、そうやって自分なりの伝え方、それが好き勝手にできる。もちろん伝承講話なんかはちゃんと原稿を書いてチェックがあって許可がないとできないんですけれどもね、やっぱりそうやって伝えるっていう活動がもうちょっと広い範囲、子どもに対しても大人に対してもできるというのがすごく楽しいです。今日もちょっと忙しい旅行ではあったんですけれども、やっぱり子どもたちが一生懸命聞いてくれますしね、そういう姿を見ていると、まだ広島について私たちが語るべきことはたくさんあるし、とにかく広島へ来てちょうだいよという気持ちは強くなります。で広島の場合は特に被害っていう面が、確かにこれは伝えなければいけないことだけど、どんなふうに人が悲惨な目に遭っていったかで、その後の復興の中でも苦労はあるんだけど、そういう被害と同時に出て行って何をやったか、それはアジアの人たちにはもう強烈に記憶されていますよね。それを知らずに外国へ出て行って、でそこで知らずに暮らしていく、それはアジアの人たちにとっては傍から見たらなんてやつだっていうふうに思われるかもしれないし、そういう世界認識というか世界観を広げていくためにも加害ともちろん被害も大事なんだけれども、そこ両面を教えていくことはとても大事だと思うんです。で特に私の両親の場合は被害、広島で原爆は受けていないんだけれど、逆に朝鮮半島へ行って、父親の場合は国境警察の警察官です。で抵抗運動する人たちをひっ捕まえて刑務所に送って、そういう役割です。で母は学校で朝鮮の人たちに日本語を教える、そういう立場です。でそれが朝鮮の人たちにとってはまさに加害、侵略ですよね。でそういう経験を持った朝鮮からの引き上げ者の子孫としてやはり自分が教員としてやっていく場合にはね、どちらかといえば加害の側、これはねやはり意識して教えたいなという気持ちはあるんです。難しくなかったですか？なんか聞いてるとすごい大変だったんじゃないのかなと
親御さんからのフィードバックとかやり取りとかもあったんですか？批判ということはほとんどなかったです。なかなか教師に対してね、まだ当時はそんなに言いませんし、でも親としてはやはりね、何らかの疑問とか不安とか持つかもしれない。だから私本当に自分ながらしつこいと思ったんですが、毎日学級通信出して、特に社会科の授業ではね、その板書とそれから子どもたちの感想を必ず書かせて、その子どものノートをコピーして学級通信に載せるということをずっと続けてやってきたんです。自分の子どものノートがパブリック、皆さんに見ていただくということはやっぱりそれなりに嬉しいことだろう、嬉しいという気持ちはあったんです。私にとって平和教育というのは、自分で考えてやれることを積み上げてきたということです。で、全く広島市が作ったカリキュラムと一致するかどうか、それは別ですけど、部分的にはね、私たちが積み上げたことが取り入れられているということもありますし、でもそうやって一番いいのは個人個人がポツンポツンポツンとやっていくことではなしに、一つの共通したものをそれなりのやり方でね、大きく広げていくということが力になると思います。で、私が教員になってやってきたことは、ちょうどそういうカリキュラムへ行き着くまでの過程の中で、試行錯誤してきたことだと思うんです。ほんのポチッとではあるけれども、広島の平和教育のどこかに、自分の考えというかやってきたことはポチッとは入っているなというのはちょっと嬉しいことです。だけど今それがね、本当にきちんと生かされて、教員が自分の主体性を持って平和教育ということに取り組んでいるかどうか、これはちょっと危ない状況じゃないかと思います。あまりにも今現場と直接の接触あんまりないんですけれども、とにかく忙しい。で、言われた通りのカリキュラムを時間通りにこなして報告して、それが大事に強力に押し付けられているというか、そんな話を現場の方からはね、よく聞くんです。だから教員が本当に自分で自主的にやりたいことを創意工夫でやるっていうのが子どもにとっても一番いいことだと思うんだけど、それを画一的に時間に縛られ押し付けられているなということを思います。やはり学校でそれなりにその人権であるとか平和であるとか何らかの取り組みがあった上で、それを検証するというか、さらに深めるとか、そういう形で来てくれるような平和学習の修学旅行であればいいなと思います。本当に業者任せでね、一応形式的には原爆のこの像のところでセレモニーみたいなのやるんです。で、佐々木貞子さんどれくらい勉強したと言ったら、佐々木貞子さんって何ですかという学校もかなりありますしね。やっぱり全国的にもとっても温度差があるんです。ただ広島へ修学旅行として来てくれるっていうのはとてもありがたいことです。ただここへ送り込めばいい、ガイドさんなんかを頼んでその人たちにやってもらえばいい、それもありがたいことではあるんですけれども、もちろん素晴らしい取り組みやってるとこもありますけどね、どうも最近先生の忙しさというのがそういう業者任せの修学旅行というところにかなり反映してきているような危険性を感じます。原爆一つではないです。そういういろんな国際理解というか人間同士の交流とか、そういうことも含めて平和、お互いが分かり合えるということが基本だと思います。エスペラントとの出会いっていうのは全く偶然なんです。私はそういう言葉があるっていうのは聞いていたんだけど、ある時私は
海外も旅行するのが好きで、一つシルクロードの旅を予定していたんですが、同じ時期に平和の旅っていうのを組合の方からちらっと聞いたんです。で詳しく聞いてみると、その当時写真集があるんです。広島長崎のね、こんな分厚い立派な装丁の。でその写真集を、フランス語、ドイツ語、何カ国の言葉に訳して、それをそれぞれの国の平和団体とか、あるいは個人的な友達に送る、広島長崎を知らせる、そういう運動があったんです。でその中にエスペラントで訳して、それもその送る本の中に入ってたんです。でこんなのがあるよっていうのを聞いて、行くと自分で決めて、でそれに参加させてもらったんです。そしたらその旅のメンバーの中に、後に平和博物館っていうのを作った岩倉勉さんだったかな、そういう方がいたり、早乙女勝元さんがいたり、それからエスペラントでもやっぱり本作ってますから、本当にエスペラントの達人が参加していたんです。でそれ教員、そのエスペラントやってた達人は教員だったんですけど、とってもいい人で、教員同士でとっても気があって、私はずっとその人にくっついて旅行中行動していたんですが、あの時はブルガリア、ポーランド、東ドイツ、いわゆる東ヨーロッパ、自分にとっては未知のところですが、そういうところにエスペランティストが多かったんです。もともとエスペラントはポーランドのお医者さんが考え出したことなんですけど、東欧の国でかなり広まってて、それは冷戦の時代にね、東側の人たちは情報を閉ざされて、でもエスペラントだったら世界の国から情報が入る、自分たちも発信できるということで、本当に、平和の言葉、文化的な言葉として随分広まっていたんです。でブルガリアへ行っても、ポーランドへ行っても、東ドイツへ行っても、そこでエスペラントをやっている人たちと連絡があって、空港まで迎えに来てくれて、公式行事のない空いた時間はその人たちがもうお家へ招待してくれて、いろんなところを見せてくれて、生活の実態を見せてくれて、もう親戚へ行ったような、そういう歓迎の仕方をされたんです。どこへ行ってもね。で私は初めて、エスペラントって生きた言葉なんだ、人間をつなぐ言葉なんだということを知らされて、せっかくそうやって受け入れてくれた人たちに対してありがとうございましたのお礼の挨拶を英語なんかでよっては失礼にあたると思って、でそれからエスペラントを始めたんです。でそういうつながりで、エスペラントの達人と最初に知り合うことができたということで、いろんな勉強の場とか活動とか紹介していただいて、でその人のお世話で私が6年生なんかを持って平和の単元に入った時に、子どもたちにその外国の同じ年頃の人たちとね、文通というかメッセージの交換をして、私たちは広島の子どもです。で私たちはこういうことを願っていますということを本当に簡単な文章で書いて絵をつけて、でそれをなんとかエスペラントに訳して、でそのエスペラントの達人のコネで各国にいる人たちに送って、そのお返事をもらう、それをまた子どもたちに還元していく学級通信でも紹介するというようなことができたらいいなと思って提案したら、エスペラントの人たちがとっても協力をしてくれて、それでその子どもたちにとってはね、本当に簡単なことなんだけど、私は広島の子どもです、私たちは絶対原爆が使われないように願っていますなんて、そのくらいの言葉なんですけど、絵入りでね送って返事が戻ってくる、まず返事が戻ってくるということが子どもにとっては
嬉しいことだし、しかもやっぱり自分が言ったことに対して私も心から平和を願ってますよというような言葉も返ってきますからね。それは子どもにとってとっても重みのある嬉しいお手紙だったと思います。私の知り合いもエスペランティストで教員たくさんいるんです。そうやってエスペラントを通してお互いの国のどこへ向かっているのか、子どもにどんなことを教えたいと思っているのか、そういう交流はちょびっとはあるんです。でやはり世界の教員に対して原爆について、核兵器については教えてほしい。どれほど非人間的なものであるかということは教えてほしい。でその上で子どもたちがお互い理解し合うというか、いろんな国ありますけどね、それを超えてお互いの良さ、人間性、そういうものを知り合うような機会が何らかの形でできたらいいなと思います。これからの時代ですから、そのインターネットを通してもう実際にやってるかもしれないし、リモートでね、そのネットを通してのそういう直接交流もできるかもしれないし、そういう交流もできれば取り入れながら、本当にどこの国の子どもたちも人間なんだよということを知らせる場を増やしてほしいという気持ちがあります。